ガジチャンネル。古の時代、新境螺旋をクリアすることでもらえた、唯一のやり使いキャラ。炎元素を扱えることにより、あまたの旅人に重宝されてきた。しかし時は流れ、炎元素キャラ、やりキャラも大量に実装され、元素スキルの使い勝手の悪さ、爆発の溜まりにくさもあり、徐々に数を減らしていった。さらに時は流れ、バージョン 2.0、新誕生武器が実装され、ついに復活かと思われた。再起を求めた人々は、武器を担ぎ戦場に駆け出していった。ところが帰ってきた者たちの足取りは重かった。もはや武器を鍛えた記憶すら消してしまいたいようだった。バージョン 2.1 現在、悪あがきを続ける者がまだいた。うほほーい。万民動画ジタロです。関突使員十文字槍でシャンリンを救う。それが今回のテーマです。早速ですが、関突使員十文字槍の元素回復量を見ていきます。今回も元素スキルを当てたら、粒子を取らないようにワープで逃げます。3割くらい回復したでしょうか？前回計測した無突と関突を比べるとこんな感じになります。元素の回復量が倍になってないのは、元素粒子取らないようにワープしても、最初の一つは取れてしまっているためと思われます。たまにワープ中に獲得してる音聞こえます。それではスキル2回目。今度は元素エネルギーを持っているので、元素スキルを当てた瞬間3ポイント減少します。ちょうど半分くらいですね。そしたら早送りで3回目。7割くらい。4回目。9割くらい。次はより実戦に近い検証です。元素スキルを出したらキャラを切り替えて、裏で元素エネルギーを獲得した場合です。グオパーの炎、4回中3回ヒットの粒子を待機状態で受け取ったようです。そしたら2回目飽きたのでカット。グオパー前段ヒットした回復量がこちら。だいぶ元素エネルギーが溜まるようになりました。しかし元素爆発ループするには、やっぱりまだ足りないので。バージョン 2.1、ライジンが実装された。雷神と遠心の力を借りようと思います。ここは絶縁機表。雷神と遠心と水神パーティーにしました。シャンリンの元素爆発、蒸発を切ると3万6000も出るんですよね。まあ敵倒してるから全員の元素爆発溜まります。単体ボスでの溜まり具合です。
この通りシャンリンは溜まりかけてますので、ベネットから順番に撃っていけば、元素爆発ループできます。最後にシャンリンのステータス。雷電の余り物生物使っているため、会心バランス悪いです。ご視聴ありがとうございました。以上、救われたシャンリンでした。それでは、またね。